貞子と明子。光る君へに学ぶ日本史。藤原氏を陰で支えた二人。藤原の貞子と明子は共に一条天皇の中宮となったが、貞子がわずか25歳で没したのに対して明子は87歳まで長生きした。貞子と明子のその後を詳しく見ていこう。貞子は976年承元元年、藤原道隆と高階孝子の長女として生まれた。そして貞子は990年正暦元年、わずか14歳で3歳年下の一条天皇のもとに入内している。貞子の母高階孝子は後妻と謳われた学者高階成忠の娘である。高階家は没落貴族であるが、成忠は学問には優れ、そのため娘の孝子も漢詩文などにも造詣が深かった。孝子は延佑天皇に仕えた優秀な女房で、そのため貞子も漢文の教養があったという。ドラマにも登場した香炉峰の雪の場面は聖少納言の枕草子にあるエピソードである。貞子が少納言よ、香炉峰の雪はいかがと尋ねると、聖少納言は格子を上げさせて巣を巻き上げたシーンである。中国の白居易、白楽天の漢詩を貞子も聖少納言もよく知っていたことから成り立つパフォーマンスであった。枕草子には漢文の教養をもとに聖少納言が藤原の忠信など男性貴公子たちと丁々発止と渡り合う様子が描かれている。このような聖少納言の活躍は貞子のサロンが漢文の教養を積極的に発揮することができる環境であったことを示している。貞子は入内して一条天皇の後宮に入り、中宮となるとまだ幼い天皇をうまくリードし、良好な関係を築いた。995年正暦6年、貞子の妹元子が家定親王、後の三条天皇の後宮に入ると、道隆の中関白家は絶頂期を迎える。貞子は容姿端麗で才女でありながらも、優しい性格で緊張していた聖少納言を気遣い、優しく接した。年齢は聖少納言の方が10歳ほど年上だが、貞子に強い憧れと尊敬を抱いた様子を枕草子に綴っている。しかし大黒柱の関白道隆が飲酒による糖尿病の悪化で急死する。貞子の兄藤原の惟親が後継者争いに敗れ、道長が権力者となる。翌996年長徳2年、追い込まれた惟親とその弟高家は火山法王に矢を射るという不敬事件を起こして流罪となり、中関白家は没落する。天皇の子供を育てる経済的負担は妻の実家の役目であったため、実家が没落することは中宮にとっては致命的であった。そのためまだ21歳の貞子は一条天皇の子を宿していたが、発作的に髪を自分で切って出家してしまう。母の孝子は貞子の将来を案じながら死去するが、
貞子は後ろ盾をすべてなくした中で内親王を生んでいる。一条天皇は貞子を憐れんで周囲の反対を押し切って彼女を宮中へ戻した。貞子は内親王に続いて一条天皇の第一王子となる敦康親王を生んでいる。一方の藤原明子は988年永延2年藤原道長と源知子の長女として生まれたが、貞子の12歳年下であった。明子は3歳で初めて袴をつける儀式、七五三の起源となった着袴の儀を行っている。この時儀式を知らずに参加しなかった藤原実資は道長と義父の源正信に嫌な顔をされたと日記に綴っている。999年長保元年、道長は明子が11歳になると中宮に貞子がいるにもかかわらず一条天皇の後宮に入れている。翌年に道長は貞子を皇后に上げ明子を中宮にしようとした。この時一条天皇の母東三条院明子は道長をしたが、一条天皇は貞子のことを思い最後まで反対している。結局明子は中宮となり、貞子は2人目の女の子を産むが、産後の日立ちが悪く逝去してしまう。心優しい明子は貞子が産み残した敦康親王を気取って養母となっている。明子は清少納言に引き続き自分に仕えるよう求めたが、清少納言は辞退して宮中を去っている。道長は明子のもとにも紫式部や泉式部などの優れた女流文学者を揃えた。そのため文学好きの一条天皇も次第に明子のもとにも頻繁に通うようになる。そして明子は敦平親王後の御一条天皇に続いて敦長親王後の後朱雀天皇を生んだ。紫式部は日記に明子の出産の様子を事細かに記録している。一条天皇が崩御して三条天皇が即位すると、道長は明子には無断で敦康親王を差し置いて敦平親王を皇太子にする。貞子の忘れがたみの敦康親王を養母として大事に育てていた明子は道長のあまりに強引なやり方に反発している。1016年昭和5年、三条天皇は眼病を患い、道長の圧力もあり攘夷を決意する。そしてついに道長の孫敦平親王御一条天皇が帝位に就いた。この時わずか9歳、道長は摂政となるが、実際に政治を担ったのは国母である明子であった。翌年には道長に代わって明子の同母弟である頼通が摂政となっている。さらに明子の妹武子が入内し、御一条邸の後宮に入るなど、道長の一族は繁栄を極めた。しかし父道長をはじめ頼通や妹たちが明子に先立って亡くなっていく。道長の死後は明子が文字通り大黒柱となって朝廷と藤原氏を支え続けた。
御一条天皇に続いて御朱雀天皇も崩御すると、彬子は王女院として積極的に政治にも関与している。実は彬子は紫式部に頼んでこっそり漢文の手ほどきを受けていた。そして彬子は漢文を通して正しい権力者の在り方や政治を学んでいたのである。世は摂関政治から院政に移っていく過渡期であったが、世の無常を嘆きながらも彬子は孤軍奮闘した。そして彬子は朝廷と藤原家を支え続け、1074年承宝元年87歳で逝去している。紫式部が漢文を教え教育した彬子が藤原氏の摂関政治を支え続けたのである。